こんにちは、森本萌乃です。YouTube チャンネル清き一票、この動画が4本目かな。はい、今日は前回の続きで、私が投票を悩んでる立憲民主、チーム未来、日本共産党、この3つをどうやってじゃあどこに入れるか考えればいいかっていうのをまたチャット GPT にずっと続きで聞いてったので、それをみんなに発表したいなと思います。これはあくまでも私の一意見なので、皆さんがどこの政党に入れるかっていうのはもうそれぞれの意見を尊重します。私がこの動画を立ち上げた意義は2、30代、そして女性が選挙をもっと行くことだから、友達と喋りづらいこの話題を YouTube チャンネルで誰かと喋ろうよってことなんで、もう全然意見が違うなんて当たり前でいいと思うので、政治ってだから私と違ってももしよかったら見てほしいし、そういう風に考えるなら私はより別の政党を応援したいなとかっていうのもあると思うんで、ちょっと一緒に聞いてみてください。はい。で、私はその立憲民主、チーム未来、日本共産党、どこに結局入れればいいのかと違いを教えてくれって聞いたんですよ。そしたら違いを一言で言うと、もうチャット GPT めっちゃ優秀。立憲民主は現実と理想のバランス型、できる範囲で少しずつ変えようというタイプ、妥協しつつも社会を良くしていきたいと。なんかでもベテラン感ありますよね。野党と言ったらみたいなことずっとやってきてるから、なんか今ちょっと政治で転換期かな、新しい新陳代謝が必要かなって時に立憲民主みたいなる感じがします。で、チーム未来、未来を作る変革思想、古い政治は変えよう、もっとオープンにやろうっていう若さとテクノロジーで突き抜けるタイプ。なんかやっぱ政治の中にも初めて吹いためちゃくちゃスタートアップ志向な風みたいなとこありますよね。スタートアップ企業って小さいチームでとにかくリスクを負いながら最短の成長を追うっていうのが大企業に勝っていく唯一のセオリーだと思うんですけど、政治にもいよいよ来たかみたいな。私とかは自分で会社もやってたりね、小さいけれどスタートアップにね、働いてる周りの人もいっぱいいるのを見てると、やっぱこのスピード感とかこの発想っていうのはものすごい理解しやすいなと思います。そして日本共産党、かっこいい、筋を通すぶれない信念型、権力にこびない、大企業より庶民優先。庶民って言うんだね、チャット GPT。生活者って言わないんだね。反体制的で理念に忠実な正義感タイプ、学級委員みたいな感じかな。日本共産党かっこいいのって思うのが、政治なんとか金いただいてないんですよね、この政党だけ唯一。何億円を毎年こう辞退してってるっていう、そういうところもなんか頼れる生徒会長みたいな感じがします。でもなんかちょっと硬い感じしますね、やっぱり。で、じゃあ結局どこ入れたらいいのっていうのをもう一回聞いたら、若者が悩んだ時のヒント以下を参考にしてくださいと。チーム未来に入れる人は、とにかく今の政治が古い、若手が動いてほしい。これはチーム未来みたい。やっぱりでも候補者の平均年齢も30代ですよね、唯一。で、党首の方も30代で、私同世代で、それはすごい信頼できるし、目線が近い感じがしますね。で、立憲民主に入れた方がいい人は、いろいろ言ってるけどちゃんと現実と折り合いつけてくれそうなところがいいなと思ってる人は立憲民主。確かに野党第一党なので、彼らが、与党になって変えてくれる部分っていうのは一番こう与党に近いって意味ではね、こう改革の匂いがしますね。で、共産党に入れた方がいい人、徹底して弱い立場に立ってくれる政党がいい、筋が通ってるので一番信頼できる。日本共産党は本当にもう一回言うけど、なんか名前のイメージが悪すぎる。赤旗とかもちょっと怖いし、だけど全然今の実態見てみるとそんなことなくて、この間の都議会も、共産党何席議席取りましたっけ、14か15取った中の、1人以外全員女性だったんですよ、当選した方。そういうところも私は女性、そして若者が活躍する政治を望んでいる身としてはとっても信用できるし実績があるなと思います。そんな感じでチーム未来、立憲民主党、共産党、私は今どこに入れようかなって日々考えてます。でね、告示日が始まるといろんなとこに選挙カーが出たり、政党のみんながたくさん演説をして熱を持ったスピーチをされると思うので、そういうのを見ながら考えるのも楽しみ。推し活じゃないって言ったけど、推し活というか一人一票持ってる、この一票どうしようかって見るのって、恋愛リアリティショーを見て結末だけを指を加えて見てるよりはもっと積極的に参加できる感じがあるんで、なんか楽しいネットフリックスぐらいのね、軽い気持ちでまず一旦投票に行くっていう気持ちを
作っていってもらえたら嬉しいし、もう私は投票を楽しみたいなと思ってます。では次は、でもね、なんとなくこの3政党で今私絞ってるんですけど、気になる政党がもう一個あるんですよ。それが、国民民主党。これについてはまたチャット GPT に聞いてみるんで、明日の動画で話します。終わり。